すごく悪くてカビカビで、ちょっとどうしようかなって思ってます。せっかく撮ったので、テスト版ということであげるんですけど、もうちょっと画質上げれないとちょっとね、いろんな人にね怒られちゃうと思うので、怒られちゃうっていうかね、ちょっと楽しみきれないところがねあると思うので、私の使ってるパソコンの方でスイッチの画面をパソコンに移すソフトがあるんですけど、それの設定とかがもしかして良くないのかもしれなくて、ちょっとわかんないんですけど、次回やるときにはまたちゃんと調べてやってみようかなと思います。今回のはお試しということでお許しください。いや、もう冬ですね。髪をね、1ヶ月ぐらい前にここをねバッサリ切ったので首が寒くて、今日はこの分厚いタートルネックをね着ています。最近なんかセーターが1年ぶりにいっぱい出してきてみたら、なんかこの袖とかがね毛玉だらけのボサボサのセーターばっかりで、ボサボサっていうか毛玉の汚いセーターがいっぱいあって、ちょっとやばいなと思って、なんか今日動画撮ろうっていうのもあるんですけど、セーターを選別して汚いやつは捨てようって思ったのを忘れてました。ちょっとこの動画撮り終わったらね、ちょっとやろうかなと思います。割と自分が3、4年前ぐらいに服をね大量に買ってた時期があるので、その時期に買った服が徐々にダメになりつつある、特にニットって感じなので、ちゃんとねみそぼらしい服で出歩かないように気をつけていこうかなと思います。まずは髪を染めた話ね。わかるかな、ここ内側がねピンクになってて、これインナーカラーなんですけど、派手な色のインナーカラーって結構数年前から流行ってて、今更なんですけどずっと憧れてたのでやってみました。理由というのは、自分が今ちょっと自分にお金をかけようって決めてる期間みたいのがここ最近あって、この2ヶ月ぐらいですかね、11月ぐらいからちょっとこの秋になってからずっとメンタルが落ち込んでるので、自分を甘やかしてあげよう、そのためにはお金が必要だって思って、貯金口座からクレジットカード口座の方にちょっとお金を持ってきて、なんか好きなことしようってこの範囲内ではあるけど、全部貯金使ってないわけじゃないけど、ちょっと少し借りてきて貯金から使おうって思ってお金使うことにして髪切ったんですけど、やっぱ染めたいなってなって、でずっとやってみたかったピンクのインナーカラーをやりました。インナーカラーの色は金ゴールド系にするかピンク系にするか、正直当日まで迷ってたんですけど、でパッて調べてインナーカラーって調べて出てきた色の中で、ミルクティーとゴールドとピンクとラベンダー、この4色が可愛いなって思いました。で美容師さんに写真を見せて、この4つで迷ってるんですって言ったら、黒髪で入れて綺麗なのは金かピンクだと思うって言われたんですよ。ね、でもピンクって色落ちしたら金になりますよねって言ったら、なりますって言われたので、じゃあこれもいずれ金になるならピンク入れた方がいいじゃんって思ってピンクにしました。でかなりハイトーン明るめのピンクにしたかったので、これは2回ブリーチをしました。2回ブリーチ、1回ブリーチの脱色の薬を髪の毛に塗ってもらって、それをシャワーというかシャンプーみたいに流して、でもう一回薬塗ってシャンプーして、でカラー剤を塗ってシャンプーしてトリートメントしてってやったので、もう3回薬を塗ったり流したりをしてて、私この短さなのに4時間かかりました。カットはしてないんですよ、本当にカラーだけ、ブリーチ2回とカラーの3つの工程だけで4時間近く、3時間半とか3時間半以上とかかかりました。びっくりしました。だったらロングの人とかね、こんなロングの人とかもう1日がかりですよね。やばいですよね。ご飯持ち込んでいいですかって感じですよね。ということでカラーって大変なんだなって思ってびっくりしました。そりゃロング料
いシャツに白いサスペンダー、白いショートパンツで紺色のパーカーっていう服を着てる動画があるんですけど、その服で創作コスプレっていう、私はコスプレが趣味なんですけど、コスプレの中にも、普通のね、いわゆるアニメキャラの鬼滅の刃の炭治郎の服を着るみたいなコスプレの他に、創作コスプレって言って自分が考えたオリジナルのキャラクターを、キャラクターまでいかなくても、こういう服が着たいとか、こういう髪の色にしたいとか、自分でキャラクターを考えて、キャラデザを考えてコスプレするっていうジャンルがあるんですね。でそれに興味があるっていう風に言ったら、コスプレで仲良くなった方が毎年クリスマスに創作コスプレ会を 4,5 人ぐらいでやってるので、よかったら今年遊びに来ませんかって誘ってくださって行ってきました。場所はレンタルスペースって言って、コスプレの撮影スタジオとかではなくて、レンタルスペースで会議とか、あとなんか飲み会じゃないけどお茶会とかで使えるようなレンタルスペース、アパートの一室を時間いくらで貸してくれるみたいなやつを借りてやりました。なんかね、ケーキも買って、ケーキコスプレしてみんなでケーキ食べたり、お菓子食べたり、ブルーレイのなんかアイドル系のとか声優のねライブとかブルーレイ流してペンラフ振りながら見たりとか、普通に写真撮ったり、レンタルスペースもうちょっと可愛いソファーとか置いてあるところを選んだので、そういうところで写真撮ったりとかしながら、そう写真撮りつつお菓子も食べつつダラダラまったりおしゃべりみたいな会をねやってきました。とても楽しかった。私含めて6人参加者がいて、1人は急な用事で来られなくなっちゃったんですけど、なので5人でやりました。今年のテーマは海の生き物で、私はペンギンがテーマで、ペンギンテーマだったので動画では付け忘れたんですけど、黄色いバンダナをね、布を縫って自分で作ったんですけど、黄色いバンダナを巻いて皇帝ペンギンの首元をイメージしてスカーフというかね、後ろで結んでやりました。結構そのスカーフのアイディアがみんなに好評でしたね。よく思いついたねって言われて、自分ならネクタイとかにしちゃうと思うって言われて、そうですね、私も家族に話して、なんかリボンタイがネクタイにしよう、黄色にしようと思ってんだよねって言ったら、スカーフ首に巻いたらこの三角のシルエットがペンギンっぽくないって言ってくれて、スカーフに決めたんですよね。なので家族が考えてくれたんですよって言って話したりしました。他の方はサメ、メンダコ、クラゲ、イカかで、これなかったからエイをイメージしてたんですけど、こんな感じで、メンダコ、クラゲ、イカの3人は女の子で、みんな結構チュールスカート系、ふわふわのスカート系で、サメの方は、男装でした。男の子キャラでしたね。すごい面白くて、クラゲの方が面白かったかな。クラゲの方が水色のウィッグをかぶってたんですけど、ウルフみたいにこの辺で顎のあたりのラインで一回ショートカットみたいになってて、で後ろの髪がこの辺まであって、それがウェーブがかかってて、後ろから見ると本当にクラゲのシルエットみたいな、なんていうんだろう、ここが顎まであるここのところがクラゲの胴体で、そこから足が伸びてるみたいな形のウィッグになってて、これ天才だなって思いましたね。メンダコの人は髪から服から靴下から何から何まで赤でしたね。でちょっとギャルをイメージしたって言って付け爪をつけたりとか、アクセサリーをジャラジャラつけたりとかしてました。イカの方は白いふわふわのワンピースを着てて、で黒い真珠みたいなネックレスをつけて、これはイカスミですって言ってましたね。サメの方はちょっとなんかダウナー系の原宿
男子みたいなこう黒と白のパーカーみたいなやつを着てて、なんかサルエルパンツじゃないけど緩めのパンツ履いてみたいな、でちょっと目元とかクマ濃いみたいなメイクしてみたいなって感じで、サメの方がなんか100均でパールのアクセサリーをクリップで髪につけられるアクセサリーを買ってきたって言ってつけてたんですけど、私アクセサリーっていう考えが全く頭の中になくて、普段コスプレしててアクセサリーをつけるってことがないので髪に全然思いつかなくて、アクセサリー持ってなくてはいいなーって持ってくればよかったって言ったら、これ使い道決めてなくてただ持ってきただけだから何個か使いますかってそのサメの方が言ってくれて、なので頭のねこの辺になんか身長2個ぐらいでつけさせてもらいました。ただ私髪が白に近いグレーだったのでちょっとパールはあんまり目立たなかったんですけど、自分のちょっと反省点というか考えてるのは、髪金髪じゃなくて金ブロンドヘアみたいなのでもよかったかなって、白に近い金みたいなのでも可愛かったかなってちょっと思ってて、自分金髪は一応今までやったことがあるんですよ1回。なので金髪はやったことないから挑戦してみてもよかったかなって思ってます。ウィッグのカットがあんまり上手じゃなかった。なんか写真見てみたらちょっと長すぎるなって思って、なんか元のウィッグが結構長い女の人のショートぐらいあるのを男の子のマッシュっぽい感じにしたかったんですけど、写真見てみたら思ったより長くて、もっと切ればよかったって、なんか髪伸びちゃった人みたいなんでね、なんか美容院2ヶ月3ヶ月2ヶ月ぐらい行ってませんみたいな感じになっちゃって、ちょっと形が崩れてて綺麗じゃなかったので、やっぱ自分はウィッグ作りが苦手だなって、もっと頑張らなきゃなって思いました。でもよかったのこのネイルが、これたまたまお姉ちゃんが紺色のネイル貸してくれてしてたんですけど、海っぽくていいなと思って、普段はコスプレの時はネイルを落としていくんですけど、今回は海っていうテーマだったので、この色海っぽくていいなって思ってそのままこのネイルでいきました。これ可愛かった。めちゃめちゃ自分の写真がすごい気に入ってて多いのなんかめっちゃ可愛くできたなって思って気に入ってます。創作コスってなんか普通の日創作アニメキャラのコスプレとかするのと違って正解がないっていうか、自分がやったものがもう正解なので、すごくなんか満足のいく出来でしたね。ウィッグ以外はウィッグがねちょっとダメだったんだけど結構可愛かったなと思って、その日の写真は気に入ってます。あとクリスマス会ってことでみんなでプレゼント交換をしたんですね。3000円以内って決めてみんなで持ち寄って、で、その場でゲームでもして決めようかって言ってたんですけど、誰のプレゼントになるかね決めようと思ったんですけど、1人来れなかったので、じゃあ網だくじで決めようって。来れなかった人もプレゼント用意してくれてるし、後日やり取りしたりできるから6人で、来れなかった人を含めて6人で LINE の網だくじをして、誰が誰のもらうか決めて交換しました。私はクラゲをやってた方にプレゼントをもらいました。こちらボビー・ブラウンっていうね、私は知らなかったんですけど、多分有名なコスメのブランドなんでしょうね。コスメが入ってます。中はこんな感じ。こちらのビタミンエンリッチドフェイスベースっていうのがメインで、このフェイスベースっていうのが保湿クリームって書いてあるんですけど、下地の前に塗ることで下地の密着力を上げたりとか、毛穴を隠してくれたり、あとビタミンとかが入ってるので、なんかビタミンが入ってるからお肌にもいいよみたいな感じでもらいました。で、これと一緒に使える下地とファンデーションの試供品も
入ってます。これはその方がすごく愛用してるって言ってて、すごくいいから使ってみてって言ってくれました。とてもね、美容に詳しい方、なんか美意識がとても高くて、キャラクターに近づけるために筋トレをしたり、なんかコルセットを巻いてウエストを細くしたりとか、筋トレしたりむくみを取ったり、いろいろすごく意識高く頑張ってらっしゃる方って、とてもスタイルが良くて綺麗なお姉様なんですけど、その方がくれました。なので、なんとかさんにもらえるとか、なんとかさんの愛用コスメもらえるとか、美人になるじゃんとか言って、私はめちゃめちゃ喜びました。でもその時は言えなかったんですけど、下地の前に塗るって言ったじゃないですか。私が使ってる下地って700円のコントロールカラー入りの日焼け止めなんですよね。下地とかでもなくて、日焼け止めを下地代わりに使ってて、なのでそんなね安物を使ってるのに、こんないい下地ベースをね使ってもらってしまっていいんだろうかって、これに見合うような下地を買わないといけない、ポルショとかの下地買わないといけないんじゃないかと思って、ちょっと怯えてるんですけど、どう思いますか皆さん。もしね、いい下地があったら教えてください。自分は正直下地っていうものの意味があんまり分かってなくて、そもそも自分はいつもファンデーションは BB クリームを使ってるので、下地っていうものがまず必要ないんですよね、本当はね。一応日焼け気になるので日焼け止め塗ってるんですけど、だから BB クリームの前に塗ればいいのかな、これちょっとね分かんない下地の前に塗るって何？下地が最初じゃないの？化粧水つけて下地じゃないの？もうね全然わかんない。嬉しいんだけど全然わかんなくてちょっと今ね困ってますね。なので有識者の皆さん、よかったら教えてください。この下地ベースに見合う下地って何なのかとか、下地のベースってどんな意味があるのかとか、ちょっとねバカすぎてわかんないので、よかったら教えてください。ごめんなさい。でもその美女からもらったコスメということで、とてもね嬉しいですよね。ちなみに私が持ってったプレゼントはめちゃ手抜きみたいなんですけど、フランフランっていう雑貨屋さんで売ってる、こうラッピングボックスみたいなの入ってる、お風呂ので使うネットとか、お風呂のバスソルト岩塩みたいなやつ、入浴剤とか保湿クリームとか、そういうのが4点5点ぐらいちょこっとずつ詰め合わされてるプレゼント用みたいなやつですなんかめちゃくちゃ迷って決めたんですよ、これでも。なんかやっぱ初めて行く集まりだし、5人のうちの3人は知ってる人なんですけど、2人は知らない人だったんですよ。会ったことなくて、でそのクリスマス会も初めてだから、どういうノリの集まりなのか分かんないし、みんなが何持ってくるかとか何が好きかとか分かんないって思ってめちゃくちゃ悩んで、その3人いる知り合いの中の1人に、どういうものが喜ばれるんですかねみたいな聞いたりとかして、めちゃめちゃ悩んだんですけど、結局、フランフランのギフトなら女性、30代の女性が多分多いんですけど、30代の女性だったらフランフランは喜んでくれるんじゃないかって思って、フランフランのギフトにしました。でも私のが当たったのはサメの人だったんですけど、サメの人は、お風呂好きだからバスソルト嬉しいとか言ってめちゃめちゃ喜んでくれましたね。女性はねお風呂貯める人も多いので使ってもらえそうですよね。やっぱ男性だとそもそもお風呂貯めないとかねいう人も結構多いので、入浴剤って意外とね男の人とかには渡しづらいんですけど、みんな女の人だったので入浴剤とかも喜んでもらいました。よかったです。他の人はねマグカップ、なんか保温効果の高い蓋付きのマグカップとか、あとはなんだっけな、やっぱこういう感じで基礎化粧品みたいな人も
然なんて名前だったっけ、なんかまあイブ・サンローランじゃなくて、ちょっとデパコスみたいなお店でハンドクリームが3000円ぐらいのやつがあったんですよ。すごいちっちゃいんですけど、ちっちゃいハンドクリームで3000円のやつがあって、それだったらなんか持ち運びも楽だし、私の買ったギフトこんなでかかったんですよ。結構邪魔なんですけど、持って帰るので邪魔で申し訳なかったんで、ハンドクリームがあって、それにしようか悩んだんですけど、なんかでもせっかくプレゼントでもらえるんだったら、自分だったら大きい箱にいろいろ入ってる方が嬉しいって思って、フランフランの方にしましたね。なんかハンドクリーム1個買うしょぼいなみたいな。特に自分が使ってるとかでもないし、自分は本当にすごいなんか500円いかないぐらいとかのちっちゃいハンドクリーム使っているので、そんなおすすめできるような、こういうね普段使ってるコスメをねくれた人もいるんですけど、自分そもそも3000円もするようなコスメをほとんど使ってないので、ましてなんかおすすめできるものがなくて3000円でっていうことでめちゃめちゃ困っちゃって本当は友達に誕生日プレゼントであげたちょっといい化粧クレンジングクリームがいいかなって思ったんですけど、ちょっと3000円超えてたのであげれなくて、ちょっと一応なんか制限金額は守った方がいいかなってなんか気にしちゃって。そうですね、3000円のプレゼントって難しかった。1000円以内か逆に5000円までとかの方がやりやすいかもね。ちょっと難しかったですね。いう感じで、でもコスプレはめちゃめちゃ可愛くて、金髪に緑の目、青緑みたいな目、エメラルドグリーンの目で金縁の丸いメガネ、大きなメガネかけて、ショートパンツでハイソックスで少年みたいなのをやって、なんか周りの人にもすごく華奢だから少年が似合いますねとか、ちゃんと男の子に見えますよとか言ってくれて、めちゃくちゃ嬉しかったです自分やっぱコスプレ始めてまだ1年半ぐらいしか経ってないし、コスプレの技術も未熟だし、メイクとかウィッグとかも未熟だし、創作コスプレ初めてだしっていうことでかなり緊張してたんですけど、とても楽しく過ごすことができました。ということでとっても楽しかったです。Thank you for watching this video. I'm sorry I forgot English phrase. Sorry. Thank you for watching. See you again.